ゆいとうめん本位では中華風の里芋料理をクッキングノートから紹介しましたが、今日は和風の煮っころがしです。手羽先は入っていませんがとても似ています。それに里芋を購入した台湾系のお店で天ぷらにすると美味しいよと言われたので、レシピを追加試してみました。大きな里芋を輪切りにして衣をつけて揚げましたが、ホクホクとても美味しかったです。はい、今日は里芋の煮っころがしと里芋の天ぷらを作っていきたいと思いますね。小麦粉 150g にお水を入れます。天ぷらの衣あんまり小麦粉混ぜすぎちゃいけないですね。いい加減で大丈夫です。はい、こんな感じでしょうかね。いきます。で、里芋の皮むきます。ものすごく大きいですね。何キロあるかな。1847g あります。ここから切っていきます。天ぷら用に切っていきます。油を入れます。火をつけます。はい、煮っころがし用のはまず半分に切って、さらに半分に切って、乱切りしていきます。本当は小さい里芋だとそのまま使えるんですけどね、ものすごく大きい。煮っころがしですね。で、つけて入れます。沸いてきましたので、里芋煮っころがし用を茹でていきます。はい、煮っころがしも作っていきます。フライパンに茹でた里芋入れて、じゃこだしを入れます。火つけます。砂糖入れます。お塩も入れます。これ7、8分煮ます。はい、醤油を加えます。これで落とし蓋をして10分煮ます。
まだ10分経ってないんですけど、煮汁がなくなるまでって言ったらちょっとまだまだかかりそう。蓋を取っときますね。10分経ちましたけど、もう少し煮ます。天ぷらのつゆを作っておきますね。醤油とお塩1つまみ、みりん、だしを足します。火をつけます。はい、止めます。天ぷらを皿に盛りまして、大根おろしを添えます。はい、そして里芋の煮っころがしを入れていきます。はい、天ぷらに里芋の煮っころがし、里芋尽くしですね。柚子の皮にまた山椒ちょっと粉振ってもいいですね。はい、大根おろしにはだしつゆをかけます。里芋の天ぷらと里芋の煮っころがしの完成です。